こんにちは。日本語クラスです。今日は敬語についてお話ししようと思います。はい、皆さんにとって敬語とは何でしょうか？日本人の私にとって敬語というのはやっぱり仕事の時に使わなければいけないものというイメージが強いです。はい、この写真のようにビジネスの時はやっぱり敬語を使います。はい、私の YouTube チャンネルのポッドキャストの中でも今まで何回か敬語についてお話ししてきました。はい、敬語というのは一番よく使い始めるのは中学生の時からなんですよという話をこのポッドキャストではしましたし、夫婦結婚している2人の喧嘩をする時に敬語を使うという話もしたことがあります。はい、あと他は痴漢痴漢ですね。体を触る人、悪い人です。痴漢に対しても日本人は怒らず怒りながら敬語を使うとか、そういう話もYouTube でしましたよね。はい、全部私の YouTube チャンネルで見られます。今日はじゃあなんで日本人は敬語が使えるようになったのか、使えるようになったというか最初のきっかけ、どこから覚えた、どうやって覚えたっていうことをお話ししたいです。それも特に私の自分の経験です。私はどこで敬語を覚えたんだろう、いつから使ってるというか、いつまず最初に敬語というものに気がついた、あ、日本語って敬語があるんだとか、あ、ここで使うんだとか、はい、どこかなっていうのを考えました。はい、それは学校とかじゃないです。学校で先生に教えてもらったから知りましたが一番最初じゃないです。はい、一番最初のきっかけ、最初に知ったことはという話です。はい、それはですね、何だと思います？テレビ？テレビじゃない。もっともっと近いもの。はい、近い人です。それは自分の母親です。はい、私の母です。これは人によって違うかもしれないです。私はそうでした。はい、私は小さい時から母と一緒にいましたので、もしかしたらね、あんまりお母さんと一緒に小さい時に生活していなかった人はまた違う環境だと思うんですが、私は特に小さい時は母はいつも一緒にいてくれましたね。そして母ともちろん話をしますよね。イメージは本当に小さいですよ。まだ4歳とか5歳とかそういうイメージをしてください。でも4歳5歳ぐらいの子供はもうすごく日本語が上手ですね。皆さんの国の子供もちゃんと話せますよね。そうなんです。そして私は話すのがすごく好きな子供だったそうです。はい、みんなの真似をする、大人たちの自分の周りにいる人たちが話しているのをそのままコピーして話すことが上手にできる子供だったそうです。はい、だけど周りの大人たちは私と話してくれる時は敬語は使わないです。いつも例えばこれ、何々だよね、何々でしょ、何々じゃないという話し方でみんな私に話してくれました。うん。あの例えば今日は幼稚園だよねとか、もう寝ようねとか、これおいしいでしょとか、そういう話し方ですね。ですますはまず出てこないですね。はい、ですますを使うのはどうしてというのは前の
さっき紹介したような YouTube でも話しましたので、そっち見てほしいんですが、家族とかでは使わないですね。簡単に言うと、敬語というのはマスク、このコロナの時みんながしていたマスクのようなものなので、相手の顔とか相手の心の中が見えないようにするものです。それで相手との人間関係の距離、はい、ディスタンスを作るためのものです。だけど家族とかはそれはないですね。近い人ですからマスクはしません。だから敬語は使わない。だから母とか私に何々だよねと話す。はい。父ももちろん、父はもちろんそうですね。何々でしょとかですね。もちろん敬語は使わない。だけどそんな風にいつも敬語を使わない、このだよねでしょという話し方をしている母がこの時だけは変わるんですね。それが電話の時。はい。電話を取った時に母は人が変わります。はい。私はそう思った。はい。特に昔はこの写真のように家に電話が1台あるというのが普通でした。はい。今はスマートフォンをね、皆さん持っているからあんまり家に電話あるっていうのはないんだけど、そしてあんまり電話かかってこないですよね今ってね。そうだけど昔は昔の日本はもう家に電話があって電話番号があっていろんな人から電話がかかってくるというのが普通でした。1日、1本は電話かかってくるっていうのはもう普通。うん。あの例えば何かを売りたいセールスの電話とかそういうこともあるし、いろいろです。友達、母の友達から電話がかかってくるとかそういうこともありますよね。でその時の母の話し方が全然違うというのが、私は小さい自分が4歳5歳の時にもうって思ってました。自分でも結構覚えてます。母が電話を取った時に人が変わるっていうのが、そうまず人が変わるというか、もう言葉がわからない。お母さん何話してるか全然わからない、話してるの見てるだけなんです私は。はい。でもその電話の中で「何々だよね」とか「でしょ」とかいつも私と話すあの言葉が全然出てこないから、お母さん外国語話してる、日本語じゃないって思った。はい。そうなんです。日本人のネイティブスピーカーの私にとってはそういう風に感じました。はい。特にもう全然わかんないって思ったのをいくつか紹介しますね。それが例えばこれ「さようでございますか」。はい。何これ。皆さんはもう意味わかると思いますよ。はい。母がね電話でね「さようでございますか」っていう、それもちょっと綺麗な声で、はい、いつもだったら「何々だよね美味しいよね」と言ってるのに急に綺麗な声で「さようでございますか」って言った。何お母さんどうしたの。もちろんこれ意味は「そうですか」の意味ですよね。ああそうですか。はい。だから私と話す時はそれは「あそう」とか「そうなの」というのに、電話になったら急に綺麗なちょっと高い声で「さようでございますか」っていう。何誰と話してるの。何それお母さんどういう意味って話してるお母さんをこう下からずーっと見ながらこう目をパチ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 して見てましたよ。うん。あとは「何々とおっしゃっていましたよね」と母が言った。はい。とおっしゃっていましたよね。それもやっぱりちょっと綺麗な声で「とおっしゃっていましたよね」じゃなくて「とおっしゃっていましたよね」。なんかこう綺麗な上品というんですが、なんか高い声で綺麗に話す。
もうこれもわかんない。もう4歳の私にはわからない。何これ。まあ、もちろんこれは「と言っていましたよね」の意味ですが、私と話すときはこんな言葉は使わない。と言ってた、とも使わないで、何々って言ってたよね、って言ってたよね、って言ってたよねです。例えば、今日の昼ご飯はカレーが食べたいって言ってたよねとか、はい、って言ってたよね、手だし、でも電話だとと言うし、はいって何ですか、ね、お母さん日本語じゃないって本当に思ってた。はい、もうだってこれ見てわかる通り、もう音も全然違うし、もう字で書いても全然違いますよね。おっしゃってって何ですかってね。おっしゃってが一定だし、もうはいって感じですよね。でましたよねとか、ますももちろん出てこないですしね。もう意味がわかんないですよね。もちろん皆さんは今わかりますよ。でも多分みんなも一番最初敬語を勉強した時は多分この気持ちだったんじゃないかなって思います。あともう一つ紹介します。これももう意味わかんなかった。少々お待ちください。電話だとよく使いますよね。ちょっと待ってくださいってね。ちょっと今メモを用意しますっていう意味で言いますよね。少々お待ちください。それも少々お待ちくださいじゃなくて、やっぱり綺麗な声で話すんですね、うちの母ね。少々お待ちください、お待ちくださいってね。はい。もうなんだろうこれお母さんなんだろうね。やっぱりこれ少し待ってくださいの意味じゃないですか。でも少々って意味わかんないんですね、小さい子供には。胡椒とかね。少々少々なんだ、ちょっと待ってねでしょ、お母さん私に話す時。ちょっと待ってね、待って待って、ちょっととか。なんで少々って何ってやっぱり思いました。はい。もうね、あのもう分かんないんですよ。もう何を話してるか分かんないんですよ。はい。もうだからお母さんはもう電話に出ると「お母さんは誰ですか?」って、お母さん違う人になっちゃったって本当に思うくらい、お母さんが何を話してるのか全然分からなかった。はい。これは本当によく覚えてます。はい。ねえ。まあだから敬語がとっても出やすいのはやっぱり電話っていうのは出やすいんだと思います。顔が見えないから、丁寧に話す必要がどうしてもあります。人と会ってるとこう頭を下げる、お辞儀と言いますね。こんにちはって頭を下げるとか、顔がね笑ってるとか、そういう別の言葉じゃない部分で表現ができるけど、電話だともう声しかない、情報が声しかないので、丁寧に見せたい場合は敬語を使ったり、またはうちの母のようにちょっと綺麗な声で、少し高い声で分かりやすくはっきり話すっていう風になる。はい。だからもう音としても違うんですね。さっき言った通り話し方ももう変わるので、あの少々お待ちください、もうそう少々お待ちくださいじゃなくて少々お待ちください。綺麗でしょ。このように変えるんですね。だからもう子供の私にはもうお母さん何、声も違うし話してる言葉も違うし分かんないって強く思いました。はい。なのでこれが一番最初に意識した気がついた敬語というものでした。でお母さん電話終わったらまたいつものお母さんに戻るんですよ。ごめんごめん、ちょっと待ってね、もう一回ね、さっきの話なんだっけとか。なんでお母さんさっきと声も違うし、なんなの違う人ってやっぱり思う。はい。でもそれを特に聞くことはあんまりなかったと思うんですけどね。なんかそういうふうに最初に敬語に触れた。うん。
敬語っては知らないんですけどね、なんか違う言葉があるっていうのを知ったのは母の電話が最初でした。はいね。まあそれを経験して、まあ、どん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 ね大人にちょっとずつ大きく成長してって、敬語ってここで使わなきゃいけないとかいろいろ分かって、やっと本当に使い始めるのは中学校の生活からなんですよね。うん、で、それをまあその後学校でもちゃんと習います、敬語というのは。はい、だから学校のテストにも出ました。中学生ぐらいの時に敬語の試験、敬語の、国語のテストの中にちょっとだけ敬語のテストが入ってました。だから私は何これ、すっごい簡単だけどなんでこんなテスト出るの、確かに授業で勉強したけどこれテストに出すの、できない人いるのって思いました本当に。だけど私が社会に出て、もう学校を卒業して働き始めて分かったのは、敬語ができない日本人というのはたくさんいる、たくさんいます本当に、ということが分かりました。だから日本人にとっても敬語というのはもう一つの外国語と同じです。やっぱり勉強してたり自分の生活の中の環境で敬語がないと覚えられない、そして使えないっていうのが社会に出てからすごく分かりました。だから本屋さんに行くと敬語の本がいっぱい売ってる。売ってます日本で。えー敬語の使い方とか、会社員になって最初に読む本、敬語の本とかっていう本よく売れてます。だから分かんないんだなって。でも私は良かったですよね。そういう環境、敬語を使っている大人が一番近くだと母がいたので、あの慣れてましたね。私は他の日本人の人より慣れてるなっていうのは感じたことあります。あんまり電話で敬語で話すというの社会人になってから緊張しなかったし、でも人によってはもうどうやって話せばいいかわからない、電話って敬語なんでしょわかんないって言ってすごいドキ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 してる人いました。そうで本当に間違えてるし、違うしあなたの敬語っていう人もたくさん見てきたし、だからやっぱり言葉だけど敬語はやっぱり一つ外国語に近いものなんだと思います、日本人にとっても。なのでしっかり勉強した方がいい人はした方がいいし、日本人でもね、ただ私はその言語環境っていうんですけど、言葉の環境がそういう敬語っていうものがもともと母のおかげであったし、自分ですごく敬語ってこういう時使うねとか、もっと難しい敬語、拝見します、おっしゃいますとか伺いますとかいろいろありますけど、あのそういうのはちゃんと意識して勉強するようにしてたし、あと大人たちが話してるのをよく注意して見てるっていうのは私はありました。自分が結構注意してるなっていうのはあったし、自分も使いたいっていうふうにもすごく思ってたからこそだと思いますね。そうなので環境、その言語言葉の環境によってやっぱり人というのはその言葉ができるようになるのか、またはちゃんとできないのかっていうのは本当に大きく影響するっていうのは感じました。うん、ですので皆さんもね日本語をね勉強するのにやっぱりこの人の日本語好きだなっていうの、私だけじゃなくていろんな日本人、近くにいる日本人も一緒に働いてる日本人とか友達の日本人とか、この人の日本語好きだなっていう人はもしいたらすごくよく聞いた方がいいし、言葉を聞いた方がいいし、反対にあんまりこの人の言葉好きじゃないっていうのはあると思うんです本当に。でそれは
真似しない方がいいし、コピーしない方がいいし、なんで嫌なのかなっていうのをちょっと自分で考えてみるっていうのもとてもいい勉強になると思います。はいね、面白いですよね。やっぱり環境です。はい。うんですので敬語っていうのもまず一つとっても面白いです。はい。さっき話した日本人は痴漢にも敬語で話すんですよっていうの、ね、YouTube にもありますし、夫婦で喧嘩する時なんで敬語使うのっていうの、これでも説明したことありますので、よかったら見てみてください。はい。リンク、この YouTube のリンク、ビデオのディスクリプション、説明のところに書いてありますので探してみてください。あと、じゃあビジネスの電話っていうのに興味あるって人はYouTube でどうぞ見られますので、ビデオ2つありますのではい、ぜひぜひ見てみてください。全部これありますよ YouTube にね。はい、あとは JLPT の勉強をしている人いますね。読解の勉強している人、N2 の読解 N1 の読解、はい、勉強できますよ。これは私のオンラインレッスンの中で、勉強ができますので、このリンクも今日のビデオの説明のところに書いておきます。あとコメントのところに、はい、見てみてください。